見つかるわけねえじゃないかこれで。そこまでの気力はねえわ今日は。ほんと最後は寂しかった人なんだなと思います。はい、こんにちは。プロレス選手権物語にようこそ。証言員と申します。今日はですね、車でニューヨーク市内のブロンクスというところまで行ってきます。そこでですね、前々から私が探してたものを見つけてみたいと思います。プロレスの選手権には直接は関係ないんですけれども、プロレス史の中ではちょっと重要だなと自分では思ってるんですけどね。では出発します。とにかく情報も不十分で、たまたまセキュリティの人が声かけてくれてね、地図を渡してくれたんで、それをもとにあそこでもねここでもねとかやりながら見つけていこうかと思います。地図もこんな感じでね、今のところ可能性があるのは2箇所のうちどちらかで、今回の今からの155、ちょっとここで降りてみようか。つうかこんだけ墓があってな、アルファベット順じゃないんよ。見つかるわけねえじゃないかこれで。そこまでの気力はねえわ今日は。ちょっと先に他のとこ行ってみる。片方はこんな感じなんで諦めました。もう片方行ってみようかな。こっち側に。この辺か。これもわけわからんな。今回行ったのはニューヨーク市ブロンクスにあるウッドローン墓地というところで、松田空吉の墓を探しに行ったんです。少しでもプロレスの歴史に興味を持っている方々には説明不要だと思うんですけれども、松田空吉っていうのは日本人初のプロレスラーとして知られている人です。本名は松田幸次郎で、日本では荒竹虎吉というしこ名で相撲をやってたんですけど、1883年に渡米し、84年1月14日ニューヨーク市のアービングホールでプロレスラーとしてデビュー。イギリス出身のエドウィン・ビビーに敗れてます。これね、おそらく現地のプロモーターが名前を間違っちゃったんだと思うんですけれども、それかアジア人だからって言って適当なことをやったのかもしれないんですが、松田虎吉ではなく松田コーガリー空吉というリングネームになっちゃったんですね。このミドルネームにあるコーガリーっていうのがよくわかんないんですけど、ネットで検索しても松田関係のページしか出てこなくて、英語以外の言葉でもないんじゃないかなと思うんですけど、これ自分の推測なんですけれども、もしかしたらプロモーターが幸次郎っていうのを聞き間違えてコーガリーにしたんじゃないかなと思ってます。主に北東部や中西部を中心に活躍してたんですけど、西海岸のシアトルでも試合をしたことがあったようです。1891年8月16日、感染症によりニューヨーク市内で32歳の若さで、ろくにお金もなく寂しく他界したとのことです。新聞記事によっては、友達もろくにいなかったみたいなこと書いてあるのもあるんですけど、亡くなってから3ヶ月後ぐらいした11月の新聞では、ニューヨークの日本クラブで亡くなって、で数名の日本人の友達に墓場に葬ってもらったみたいなことも書いてあります。その後1910年代から20年代にかけては、マティ松田という選手がアメリカで活躍しますが、後にこの2人の松田にあやかって小島康弘という選手がヒロ松田というリングネームで活躍するようになったということです。目的地に着く前に面白いものを見つけてしまいました。テックス・リッカードという昔のボクシングのプロモーターですね。
で、もともとこの松田の墓の場所をネットで調べて、それを入り口のところにいたセキュリティの方に見せたら地図をくださって、おそらく可能性があるとしたらこの2箇所だろうということだったんですけど、その2箇所に行っても全然拉致が開かないんで、何しに来たって迷惑がられるのを覚悟でこの墓地のオフィスに行ったんですね。したら受付の方がすんごい親切で、探していただいてる時に、ほんとね、親戚でも何でもないのにここまでしてもらって申し訳ないというふうにその方にお伝えしたら、いや、そういう問題じゃなくて、誰かがその人に会いに来てくれてるっていうのが大事なんですというふうにおっしゃってました。ちょっと感動しましたけどね。なんかこの辺のはずなんですが、雨が降りそうやな。こういうね、細かい地図を用意してくれたんだけど、となるとこの列なんですよね。この墓石さえろくに残ってないような列のだいたいこの辺りのはずなんですよね。で、自分で数えたところ、この墓石のちょっと右側か、それともちょっと左側かって感じです。おそらくね、墓石はないだろうと思ってはいたんですけど、もうちょっとなんか目印みたいなのがあったらなと思うんですよね。それにしても本当最後は寂しかった人なんだなと思います。いや、一応ね、両隣2列ずつとか見てみたんですけど、やっぱりそれらしきものは見当たりませんね。もしかしたら葬られた当時は墓石があって長い年月の間に埋もれたって可能性はあるんですけど、いやー、なかったんじゃないかな。別に大金持ちでもない黄色人種がニューヨークでね、寂しく亡くなって、そのまま特に石のようなものなく墓地に埋められたという可能性はゼロじゃないかなとは思ってます。ここの墓地ってすごい大きくて、いろんな有名人の墓があるんですけど、ここのウェブサイトとかフェイスブックページにも一応松田空吉という名前は何度か紹介されてるんですね。写真や絵付きでね。例えばアジア系の移民に関するページですとか、あとサーカスがやってくるみたいな、そういうエンターテイナーのページにもね、名前が載ってたんですけど、でも係員の人たちは本当は松田空吉というのが何者かあんまり分かってないんだろうなと思います。まあそれはしょうがないかなと思うんですけどね。でも個人的にはエゴかもしれないけど、今日は役目を果たしたなと思ってます。まあ自分がね、もっと影響力あって金持ちだったら正確な場所をね見つけて墓石なり記念碑なりね建ててあげたいと思うんですけど、そこまでの気力はねえな。そういうわけで今回のお話が面白いと思ってくださった方はこの動画への高評価とチャンネル登録ぜひお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。